今日はジンギスカンをやっちゃいます。で見てこれ、ジンギスカン鍋買いました。なんか北海道民は一家に一台これがあるって話聞いたことある。これね、いやめっちゃ邪魔なんだけど、重いし場所も取るんだけど、ついに買いました。めっちゃいい、めっちゃ気持ちいい。で今日はジンギスカンを食べていきます。美味しいやつ買ってきたんで、まずは酒。はい、今日のラインナップはですね、やっぱジンギスカンといえばこっちか札幌クラシックビール、あと恵比寿。やっぱねジンギスカンとビールの相性は半端なくてですね、ちょっと恵比寿から行こうかな今日は。よし、じゃあ恵比寿行っちゃいます。たまらんね恵比寿スーパードライアイスクリーム。気持ちいい。今日もいい一日いや焚き火してたらね、今日もいい一日だよ結局。ジンギスカンの話をすると、北海道でジンギスカンがめっちゃ盛んなのは、もともと大正時代1918年羊毛がめっちゃ盛んで、日本でその羊の毛皮で刈り取った羊をどうしようってことで羊肉の文化が始まったんだけど、北海道ってさ、涼しいから羊を育てるのにめちゃくちゃ適していて、札幌とか滝川、あと帯広なんかで羊面牧場みたいなのがめちゃくちゃ増えてって今でこそさ美味しい羊肉たくさんあるけど、当時は臭かったから、滝川市の松尾ジンギスカンってめっちゃ有名だと思うんだけど、そこが味付けジンギスカンっていうのを発明して、リンゴとか玉ねぎとかにつけて羊の臭みをそれにつけて消すっていう食べ方がもう大ヒットして、でそこからこうジンギスカンブームが来たんだけど、北海道といえばジンギスカンみたいなイメージはそこから来てて、だけど実際今現在だと国産の羊肉って 1% ないくらいなんだよね。ほぼ全てオーストラリアとか海外輸入なんだよ。国産の羊肉なんて値段 2,3 倍はするしね。 99% 海外輸入なんだけど 1% の8割が北海道。日本で育てられてる羊肉って今1万頭くらいしかいなくて、いや下手くそ。うまい。よし、今日食べるやつを紹介していきます。この感じで売ってるとこ少なくて、うわいいねこれね結構厚切りうまいのよ。やっぱねめっちゃ先に合うんだよね、ラムって。これがちょっと薄切りのラム、いや超うまそうこれと、これはラムの筋肉とか、なんて言うんだろう、ちょっと端材みたいな、これは煮込み用だから、ちょっとこれを煮込むやつも作りたいと思って。でやっぱ漬けジンギスカン超うまそうなんだよ。これ本当の味を知ってもらいたいから余計なもの入れない。絶対ジンギスカンで欠かせないのが野菜。もうこれはマスト。玉ねぎともやしで、あとうどん、タレで最後うどん締めるんだけど、これがねジンギスカンのマジ醍醐味。うどんで締めるっていうのが最高なんだよ。
で今日はタレも自分で作るんだけど、まずリンゴ、玉ねぎと、あとニンニク、生姜。入れる具材はリンゴ、玉ねぎ、ニンニク、生姜。あとは醤油と酒。タレ作ってくか。本当にね、ジンギスカンってさ、タレなんだよな。普通の焼肉のタレじゃね、ちょっと物足りないんだよ。やっぱ羊がちょっと臭いから、ジンギスカン用のタレやった方が絶対いい。だいたいね、一辺とかなんだけど、ガンガンいきたいタイプだから、ガンガンニンニクと生姜入れる。いいニンニクでしょ。これ青森の。でっけえ。ホイル焼きをめっちゃうまいからね。ちょっと適当にホイル焼きして、超めんどくさいけど、これを乗り越えた先に美味しい未来が待ってますから。よし、いきます。こういうのもね、タレのアクセントになってさ、いいのよ。全部ね、完璧な人間なんていないからね。完璧じゃなくていいんですよ。あー、よいしょ。いや、もっといいやり方あると思うんだよな、すりおろしって。まあ、あとは食うを水分補給も忘れず。あとはニンニク。よっしゃ。最後生姜。もうラストスパート。うおー、よしよし、できた。最強のタレが。これを火にかけていきます。あと玉ねぎを切っちゃおう。俺はジンギスカンに入れる野菜は玉ねぎともやしだけでいいと思ってて、いやほんとね、野菜のないジンギスカンなんて炭火のない俺の人生みたいな。もやしとね、玉ねぎだけでいいんだよ、本当に。日本酒も飲んじゃおうかな。いやーマジ、日本人に生まれてよかったなって思う。日本酒が飲めて。うまいなー。そうか、タレに火つけないといけないか。醤油と日本酒と砂糖をね、そこまで入れなくてもいい気もするんだけど、わかんねえ。こんなもん。美味しくなーれよ。まずいわけはないんだよな、絶対。あ、もうジンギスカンの匂いする。うわ、いいね。やっぱね、リンゴと玉ねぎ入るとこの匂いがもうジンギスカンだもんな。ジンギスカン感が。うん、いいな、この匂いで飲めるの。うまい。うまい。いい。最高だなこれ。うまい。見て。
ジンギスカンはもうビール絶対。外で食う羊めちゃくちゃうまいよ。にんまり。これはにんまり。これニンニクと生姜に火が入ったらいい感じ。ラムってあるじゃん。あるじゃんっていうか、まあラムね。ラム肉ってどんくらい焼いたらいいかちょっと分かんないじゃん。牛とか豚、鶏とかなら、まあ、牛は赤くても食えるし、豚鶏は火通さないといけないじゃん。馬は生でも食えるっていうイメージがあったりとかするじゃん。羊ってどこに分類するかっていうと、馬って生でいけんのよ。牛もレアでもいけんじゃんの、ここ馬と牛の間くらいレアで食えるのが羊肉で、だからさっと焼きでいいんだよね、正直。やっぱりこう臭みとかそういうので煮込むとか火をめっちゃ通すっていうイメージが多分あるとは思うんだけど、羊肉って菌があんまりいないから、まあ鮮度にもよるけどね、結局肉なんて全然さっと焼きでいけるっていう豆知識でした。多分タレが仕上がってきました。やばいな今日。我慢できねえ。よし、先にお先に失礼します。このジンギスカンうまいんだよ。うわ、いい感じだよ。めちゃくちゃ。バカうま。見てよ。うまそう。あうわー、しちゃんと絡めて。うおじゃあいただきます。あー、いや最高。北海道最高。ガチうまい。まあこのタレうまい。バカうまい。もういきそう、いい意味で。いやー最高だな、炭火クラブ。まだね釜使ってない。ごめん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 ね。いやこれ自分でタレ作る時代が来たかもしんない。やばいな、酒足りねえな。だってもうさ、これ入れたらさ、もう5缶いってるもん。1でしょ、5。いや進むよ。いやそうだからよくないんだよこれ。
人生で一番良かったことは、これに出会えたこと。焚き火と炭火とさ、肉とさ、酒飲んでさ、タバコ吸ってさ、もう最高じゃん。いやちょっとジンギスカンうますぎんな。うわー、やばい、見て。やばい、タレもさ、見て。タレもめちゃめちゃ煮詰まってきた。いやー、いいな。こいつらをですね。映ってる？ちゃんと。ダイブさせて、もうタレポンポンポン。うわー、いきます。あは。ビビビビビってきてる、頭に。いやー、このタレは作るべき、絶対。うまい。うまい。よーし、ジンギスカンやってきますか。いや今日全然飲まないつもりだったんだけど、バカ飲んじゃった。やべ、あと1缶しかねえ。よーし、そんな飲んだんだ俺。うい、登場。ここにごま油。ジンギスカンはね、ごま油よ。ジンギスカンの野菜っていくらあってもいいから、本当に。うわー、ごま油のいい匂いがする。うわー、いいね。ここを開けるんすよ。で、ここを開けて、ここに、はい、いっちゃいます。で、全部、このタレもね、全部うまいから、タレを、うわー、これがジンギスカンよ。もう、この絵だけで飲めるもん。で、このタレが、ここに、こうなってんじゃん。おっぱいみたいな形になってんだけど、この脇で焼いてる野菜にこのタレが染み込むのがうまいのよね。やっぱラム肉ってね、臭みを消すためにどうするかっていろいろ考えてやってたから、こういう焼きながら煮込める多分鍋に進化してったんだろうね。うわー、いいね。うわー、絶対うまい。うわー、これやばいね。うわー、絶対うまいよ、こんなの。ビールなくなっちゃった。いやー、俺、いやー、ちょっとミスったな。
幸せ。絶対うまい。もう確信があるもん。うわ、もうビールないのか。ちょっとこれは残しておきたい。冷やしとこう。日本酒攻めるわ。もういいんじゃない？うわうまそう。これがジンギスカンですよ。うわめっちゃうまそうで、ここの野菜もこうやって煮込まれ、なんか焼き煮込みみたいな感じになるんだよ。この野菜もねめっちゃうまいのよ。よいしょ。うわいただきます。いやちょっとこれはうますぎる。いやもうビールこれしかこれはやばい。ね、ここに野菜、こいつや、この野菜をやばい。ぜひ、いや、おすすめっていうか、これやばい。いや、このすりおろすのも超めんどくさいけど、このタレもやばいし、うわ、これよ、これ。この、もやしとかめっちゃ入れたじゃん。見て。野菜が一番うまい。結局この汁吸ってこの汁吸って見て焼きながら煮込めるのがこの鍋の醍醐味。この野菜がやばいの。うまい。これやばいこれですね、先に言っときます。こいつらはさっき紹介したと思うんですけど、こいつらは明日食べます。明日ねまた美味しい食べ方があるんで、今日これで俺フィニッシュしたい。うわでこれで最後うどんするから。やばい。記憶まで飛んでいきそうこれでうどんなんて食ったらもう、マキシマムあったらもう最高だな。ちょっとマキシマム持ってこよう次は。いやもうこれ何がうまいのか分かんねえわ正直。
うますぎ。うわー、いただきます。これがね、締めなんすよ。アルビバー。いや、これこの世で一番うまいかもしんない。マジで。うわーこんなことしちゃって。ごちそうさまでした。